どうもかみことでございます。ということで、本日の食材がこちら。木図ガニっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、すみまして、本日の食材がこちら。木図ガニ。っていうことでね、僕のチャンネルでカニといったらワタリガニとかタラバガニ、ズワイガニ、毛ガニが多いんですけども、この木図ガニを一本の動画にするのは初めてじゃないかな。わらわらと入っております。このカニはね、完璧な海水のカニというよりかは、川から河口付近に生息するカニなんですよね。で、この木図ガニ、上海ガニにそっくりじゃないですか。上海ガニっていうのはね、中国木図ガニっていう名前のカニなんですよ。で、日本で取れるこの種類が木図ガニなんですけど、親戚みたいなもんですね。でね、この木図ガニっていうのはね、なんでそんな僕が扱わないかというと、これね、美味しい時期がほんと限られてるんですよ。10月、11月が旬なんですよね。だから旬がとっても短いカニなんですね。で、このカニは水質とかでとても味の変わるカニです。汚いところの木図ガニはとっても臭いです。反対に綺麗な川の上流の方で取れる木図ガニっていうのは臭みがなくてとてもうまいです。で、ある程度汚いところの川で取れた木図ガニも綺麗な水で1週間ぐらい泥抜きさせて、で、餌でかぼちゃとかを食べさすと臭みが取れて美味しくなるみたいですね。で、今日の木図ガニは秋田県の綺麗な上流の方で取れたものを買いました。1万円分購入してきました。で、1万円でこのバケツ1杯ですよ。めちゃくちゃお買い得じゃないですか。多分中国で本場の上海ガニをいい店で食べたら10万円から20万円するかも。なんで今の時期はね、木図ガニが安くてうまいということで今日はたくさん買ってきました。で、木図ガニっていうのは何と言っても味噌と卵を食べるカニなんですよね。もちろん身も美味しいですよ。今日はこちらの木図ガニを使って、まずはやっぱり塩茹で。シンプルが一番うまいのかなと思います。で、とてもいい出汁が出ますんで、今日は炊き込みご飯も作ろうかな。なんで今日はそちらの2品作っていきたいと思います。そしたらこちら、ものすごく元気です。もうまだね、ピンピンしておりますので、締めていく必要があります。で、締め方は2種類あります。いつもやってるように、串から金串を刺して締める方法。で、もう一つは氷締めっていう方法。で、ちょっと今回量がとても多いので、氷締めでいきたいと思います。本当にね、むちゃくちゃ暴れるんですよ、このカニは。なんで締めないともう手がつけれません。全然臭くない。こんなに挟まれたらひとたまりもないと思います。で、この手にふわふわがついてるのが、この木図ガニの特徴ですね。なんでこれつくんでしょうね、この藻がね。氷で締めていきたいと思います。それじゃあ、いただきます。はい、そしたら水を軽くかけます。そしたらこれで10分から20分ほどカニを冷やして完全に締めていきます。よし、これでちょっと置いときましょう。さて、では20分経過しました。めちゃくちゃ元気でなかなかね、閉まんなくて、塩も入れて温度を急激に下げました。それでもまだ動いてますね。で、炊き込みご飯で使う大きいやつは2匹ぐらい残しておきましょうか。これが大きいな。オスですね、これ。オス2匹炊き込みご飯にしましょう。この大きいのね。そしたら沸騰したお湯に、このカニを全部入れていきましょう。足取れちゃうかな。しっかり締まってないと足が全部取れちゃうんですけどね。多分大丈夫だと思う。でもオス？でも全部オスかなこれ。メスがいない。あ、メス1匹いた。これメスですね。ふんどしが広いですね。で、この木図ガニっていうのはね、ウィステルマン配給虫とかいうね、寄生虫がいます。で、その寄生虫は人間にも寄生するみたいなので、しっかり加熱していきます。お、これでけえな。さっきね、調べたんですけど、このカニは基本的には川で生息してるんですけども、産卵は海でするみたいですね。なので川で育って海で産卵するっていう感じのカニですね。多いな、これ30匹は多いな。よし、そしたら蓋をして20分ほど中までしっかりと火を通していきます。そしたら炊き込みご飯用ですね。まだちょっと生きてるんで、これはね、締めていきましょう。竹串を入れて、で、甲羅に向かってスライドさせて、こんな感じ。甲羅側についてる脳みそを断ち切る感じですね。口から入れて、これメスですね。メスも1匹入れています。やっぱりメスの方が小柄ですね。これがどんだけ内子と味噌が入ってるか楽しみですね。そしたら炊き込みご飯は、だし汁もしっかりと使いたいので、なので綺麗に洗っていく必要があるんですね。ほんで、その時に、この爪なんですけど、これちょっと汚ねえなと思うんですよね。この毛から出汁は出ないと思うんですよ。逆に汚れとかが出てきちゃうと思うんで、爪はあえて取っちゃいましょう。爪はこれ落としちゃいます。ここですね、爪の関節、ここに包丁を入れて、パンといきます。この爪も茹でて食べましょう。
ンと関節決めて包丁でカンと。そしたらブラシでさらにこすって洗っていきます。もう爪はついてないんでね、安全ですので。こういう甲羅の隙間とか、こういう口周り、あと足ですね。足のこの毛がついたところとかも綺麗にブラッシングしていきます。本当に綺麗なところで取れたカニなので、汚れはそんなついてないですね。で、モクズガニってね、ほんとね、いろんなとこにいますからね。で、ふんどしはこれ邪魔なんで取っちゃいましょう。こういう風にね。で、メスもふんどしは取っちゃいます。うわ、すごい。これメス見てください、これ。卵びっちりですね。そしたらこれ、出汁が出やすいように真っ二つにします。すごっ。味噌と卵ぎっちり。お酢はどうだろう。うわ、お酢もすげえこれ。どうなってんのこれ。どのカニも全部当たりですね。やっぱね、時期ですな。で、ここに水を入れます。浸るぐらいですね。で、これを茹でていきます。はい、これでしっかりと煮立てていきます。さあ、こっちとこっちで湯がいてるっていうことでね、あとは待ちの時間ですね。さて、ではもう30分ぐらい茹でたかな。ほら、もう真っ赤っかに茹で上がりましたね。カニも浮いてきて、もう火が完璧に入ったと思いますんでね。これを一度揚げて、冷蔵庫で冷やしたいと思います。熱々で食べるのもいいんですけどね、今日は炊き込みご飯の関係もありますんで、しっかり冷やして、味噌を固めて、味噌をすくって食べるっていう食べ方でいきたいと思います。さて、こっちもいい感じですね。めちゃくちゃいい匂いするんですけど、カニの濃厚さの匂いと、あとね、クリーミーな感じの匂いがしますね。たっぷり。よいしょ。よいしょ。さあ、一日経過しましたと。よいしょ。お、冷え冷え。お鍋の方も、お鍋の出汁もいい感じですね。よしよし。よーし、そしたら、これはあと半分に切るだけなんで、後回し。こっちの濃厚だしを使って炊き込みご飯から作っていきましょう。一日冷やしたら、また匂いが変わりましたね。カニの匂いっていうか、カニ味噌の匂いっていう感じ。そしたらこの出汁を一度こします。まだアクとかちっちゃい殻が入っちゃってますんで、リードペーパーでこしていきます。で、このカニも一緒に炊き込みご飯に入れます。はい、これが濃厚だし。そしたらお米。今回2合用意しました。この目盛りですね。この目盛りまで、スープを入れます。で、ここに、今日はね、昆布だしも入れましょうか。顆粒の昆布だしをさささささーっと入れます。昆布の旨味も入れます。で、ここにお野菜を切って入れていきます。で、今日は人参、揚げさん、ごぼうさん、で、生姜でいきましょう。で、たくさんあるんでね、茶えのきもちょっと使うか。茶えのきは石突きを外して、ちょっと砂ついてるんで洗います。で、人参。で、次はごぼうですね。で、お揚げさん。で、生姜。これをお鍋の中に入れていきます。パラパラパラっとね。めちゃくちゃ具沢山でいきますよ。で、ここにカニを入れて、このぐらいでいけるか。よし。入れれるだけ入れよう。このカニの殻からもまたいい出汁が出ますからね。醤油もちょっと入れましょうか。醤油が入んないとね、味が決まらないと思いますんで、さーっと醤油を入れて、で、お酒もちょいと入れようかな。お酒も大さじ1ぐらいちょこんと入れます。で、お塩も一つまみと。OK。じゃあこれで炊き込んでいきたいと思います。あれ？よし。よし、そしたらこちら切っていきましょうか。もう難しいことしないで今日はね、ここから真っ二つにいきます。まずはお酢。味噌がぎっちりでしょう。ぎっちりですね。火を通すとこういう色になるんですね。よし、そしたら次、これメスですね。メスはね、だいたいこの大きさが最大クラスですね。うわ、
なんかね、包丁入れた感じが、ずっしり、メスの方が。うわ、すげえ。このね、薄い黄色がこれ味噌ですね。で、このちょっと濃いめの、このオレンジが卵ですね。メスは卵と味噌両方味わえますね。じゃあこういう感じでどんどん割っていきましょう。はい、こちら、大量ですね。ほんでね、全部身がぎっちりなんですよね。外れが一個もなかった。これは楽しみですね。そしたら、炊き上がりました。開けていきましょう。オープン。うわー、うまそう。匂いもめちゃくちゃ濃くていいですね。そしたら、カニを取り出して、うわ、めっちゃいい感じだわ。ほら、このお米の感じ。べちゃべちゃすぎず、かといって硬すぎず。めっちゃ僕好みに炊けましたね。でしっかり具材を混ぜていったら、カニの身をね、ほぐして入れていきます。ほぼ出がらしなんですけど、入った方が美味しいと思いますんでね。ちょっと面倒かもしれないんですけども、できるだけ入れていきましょうか。しゃぶった方が早いかもな。とりあえず味噌だけ入れてこう。身はしゃぶろう、これ。そしたらこの味噌のところを、あえて混ぜないで、ガツンと入れます。はい、これで、モクズガニの炊き込みご飯の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。すげえ面だな。炊き込みからいきましょうか。モクズガニの出汁がたっぷり入った炊き込みご飯。ここのね、内子と味噌が入ったところ、ここをいただきましょうか。こちら、いただきます。うめえ、これ。ちょっとこれは美味しすぎますね。カニの良さが全部入ってる。そんなにカニカニしてないんですよ。口に入れた瞬間カニって感じじゃなくて、ほんとに上品なカニの旨味。で、こういうお野菜とかの旨味も相まって、最高の一品に仕上がってますね。これはうまいわ。じゃあ次こちら行きましょうか。メインディッシュ。これをスプーンで食べるんですよ。これがやりたかった。まずはこのお酢の味噌。これ行きましょうか。ほら、贅沢。いただきます。めっちゃうめえぞ、これ。こんなうまいの？モクズガニって。ちょっとうますぎだな、これ。止まらんな。毛ガニの味噌に近いかもですね。一回ボイルして冷凍した味噌っていうのは、ちょっとね、生臭くなっちゃうんですよ。生きてる毛ガニを高温でカッと茹でて、で、剥いて食べる味噌ってめちゃくちゃうまいんですよ。それに近い味がしますね。むちゃくちゃ濃厚です。うまい。次こちら、メスですね。甲羅を外して、ここですね。甲羅の中にも卵が入ってますからね。これ、いただきます。うわ、うんま。卵は卵でまた味が違う。味噌とか卵が好きな人は、絶対メス食べた方がいいな。むっちゃうまい。で、身は、このエラんとこ取って、で、こう、ケジャンみたいにこう割って、で、これかじると。うめえ。というわけで、今日はこちらの、モクズガニの炊き込みご飯と、塩茹で溶けましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でんギーノのやつ。今日は、フリーで行きたいと思います。今朝なんですけど、今から納税をしに行きますんでね。車を走らせないといけませんので、飲酒運転はダメですよ。ただね、フリーもね、うまいから。はい、こちら。7対3ですね。いただきます。帰ってきたらこれと日本酒でやり直そう。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は今が旬のモクズガニを食べてみましたけども、めっちゃうまいですね。市場行くと結構いるんですよね、モクズガニって。なんか川のカニっていうのと、なんか寄生虫がいるのっていうのと、あと昔食べてあんまり美味しくなかったっていうので、ちょっと避けてたんですけど、今日食べたやつはうまかったなぁ。今日食べたやつはものすごく綺麗な上流の方で取れたっていうのと、
あと時期っていうのが相まってとっても美味しかったんだなと思います。多分このカニは年中どこの産地のやつを食べても美味しいっていうカニではないかなと思いました。これは毎年この時期食べんといかんなと思う旬の味覚見つけました。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。